皆さんこんにちは。レンちゃんちへようこそ。今回は10月から開始いたしますレスミルズダンス9番目のリリース新曲を紹介していきたいと思います。今回も曲がかっこいいのはさることながら、特に今回は曲と動きがとてもマッチしているというのが私の最初の印象でございます。もうすでに何回かねジムで、レッスンはさせていただいているんですが、やればやるほど楽しくなってくる、そんな構成になっております。今お見せしている1曲目、ウォーミングアップで使われている曲なんですけれども、これ動きがね2種類ぐらいしかないのでとてもシンプルな構成になってはいるんですが、ボディウェーブがとても多いので、ボディウェーブが苦手な方はねここでしっかり練習できるチャンスと思ってみてください。最初はゆっくり、途中から速くなります。速くなるとかなり忙しくなると思ってください。2曲目、こちらは本当に有名な曲を今回使っていますね。レディー・ガガのアブラカダブラです。街中で聞いたことあるという方も多いかと思いますので、割と耳なじみの、ある曲かと思います。動きもレディー・ガガインスパイアの曲が、動きが結構多いので、本当になりきるつもりで曲との一体感を楽しみながらぜひ踊ってみてください。で、最初はゆっくり動いた後コンビネーションが速くなります。速くなるとかなりこの今お見せしているところの腕の動き難しいので、ゆっくりの時に、しっかりインストラクターの動きを、見て把握してあげると迷子にならずに済むかと思います。私もね最初練習した時は思ってる以上に速いなと感じたのが、とても印象的です。3曲目、一番最初の100トラックですね。こちらは、とてもシンプルな構成になっております。途中でジャンプ動作が入ってきますので、飛びたくないなーっていうかね、ちょっとその日膝や腰の調子心配な方は飛ばないなど、ご自分の調子に合わせて動きを選んでみてはいかがでしょうか。最初は足だけ練習して後半に腕がつきますので、足だけの時にはかなり動きに集中していただけるかと思います。これね通常のジャックではなくクロスジャックなので、足が交差する形になっています。そこをしっかりポイントを押さえておきましょう。100トラックはもう毎回飛んで心拍数上げるのが定番ですね。さて次4曲目、こちらは、アッシャーの曲です。ちょっとね懐かしい曲だなと私は思いました。アッシャーの曲もともと私は好きなんですけれども、今回もこれとてもおしゃれな曲です。で、今の動き見てわかる通り帽子の縁をなぞるような、動きが入っています。なので私も今回わかりやすく、お見せするために実際キャップをかぶって踊ってみました。キャップがあった方が、ちょっとその手の振り付けはやりやすいかなと思うので、ぜひ参加される方もねよかったら、キャップをかぶって踊ってみてはいかがでしょうか。今月特にハロウィンもあるのでね、そのハロウィンに向けてそういうキャップ付きの仮装を考えてみるのも一つ楽しいかもしれません。さて次、こちらはですね最初の腕の動きがとても特徴的です。最初にね、見ていただいたと思います。腕の動きなんですけど、ぐるっと回してからサイドで止めるところ、ここをねカチッと止めることで曲の、アクセントにも合いますので、ぜひその腕の動きですね、メリハリをつけてやってみてください。で、歩くときこちらダブルヒップ、お尻を2回振る動作が出てきます。ちょっと難しいです。速いテンポになりますので、頑張ってお尻をしっかり振りながら歩いてみましょう。私もねお尻振る動作はあんま得意ではないんですけれども、かなりこのレッスンで鍛えられている気はします。次に6曲目、2回目の100トラック。こちらも、ジャンプ動作があるのと、3曲目とちょっと近いのが、再びジャックが出てきます。足を開いて閉じてのジャンプですね。なのでこちらも、再びまた飛びたくないなって感じた時にはちょっとジャンプを抜かすなど自分のペースに合わせて動いてみてください。今見ていただいているこのステップカールのような動きですね、後ろに蹴る動作なんですが、これ上半身も少し動いてます。ちょっとね前からの映像だと分かりづらいかもしれないんですけど、足を後ろに蹴り出した時に手を引いてるんですが、その手を引く動作に合わせて胸元を開きます。なのでちょっとチェストパンプのような動きが一緒に入っていると思ってください。なのでね足をただ蹴るだけではなく上半身も、しっかりと動いている振り付けになっています。さて次、こちら7曲目。こちらタイトルが Wait for a minute、 ちょっと待ってって意味なので、しっかりこの待ってっていう手のポーズが入っています。で、このスクワットしながら首を回す動作なんですが、ちょっ
と難しいです。足を出す方向とは逆の方向に足を回して、首を回していますので、ちょっと混乱しやすい振りだと思います。何回も練習してここのね動きに慣れてみましょう。でもね、それ以外は結構シンプルな動きですので、ちょっとゆったりと呼吸を整えながら踊れる一曲になっているかなと思います。今回はね、全体的に曲と動きがとてもマッチしてるなっていうのを今までのリリース以上に、感じております。で、やればやるほどそれをすごい実感するなというのが、ありますね。さて、こちらの8曲目、こちらはちょっとテンポ早めなんですが、すごく明るい気分になれる一曲です。私もこれ曲も好きだし、振り付けもその曲に合っていていいなって思いながら楽しく踊ってます。これね、体を前に倒す時なんですけど、お辞儀をするのではなくて、ちょっと腰から順番に背骨を柔らかく使いながら前に倒してます。なので頭を最後まで残しながら倒していくと、ちょっとその波のような倒し方ができますので、それを練習してみてください。硬い動きにならないように気をつけてみましょう。で、これちょっと今この軽くスキップみたいな動きを今していたと思いますが、こちら曲の後半に少し楽しい振り付けが追加されておりますので、それは実際にレッスン受けてみてからのお楽しみとさせていただきます。9曲目、最後の100トラックフィナーレですね。今回のフィナーレはそこまで激しい動きはないです。逆に言えばこういったステップ2みたいに激しくしたい方は動きを大きく、激しくしたくない方は弾む動作を少し抑えながらやるという風に調整が効く振り付けになっていますので、かなり、自分に合わせて、踊りの強度を選べるフィナーレになっているかなと感じております。頑張れば頑張った分だけこの曲はハードになりますね。でもその代わり振り付けはとてもシンプルです。あまり複雑な動きもないのと、振り付けのそのコンビネーション、順番もそこまで覚えるのに苦労はしないかと思います。強いて言うならこの今を見ていただいている歩く動作、これがちょっと癖があるかなと思いますね。歩きながらお尻振ってますし、お尻と同じ方向に手を振ってます。この手の向きですが、手のひらを前に、手のひらを鏡の方に向けながら動かしていますので、手の向きにちょっと注目をしながらやってみてください。いい感じにね、呼吸が最後上がるような構成になっております。で、こちらが10曲目、クールダウンです。クールダウンはね、そこまで、お伝えすることはないんですが、曲がとてもいい感じでございます。私今回のクールダウンもね、動きも曲もとても気に入っております。こんな感じでちょろっとしかお見せはしていませんが、今回9番目のリリースも大変盛り上がりやすい、そしてかっこいい曲、特徴的な動き、盛りだくさんな新曲となっております。もうね、早いところでは9月からスタートしている方もいらっしゃるかと思います。私もね、何店舗かでは9月からやっているんですけれども、10月から本格的に開始になりますので、ぜひ新曲楽しんでください。よかったらね、体験した後感想をシェアしていただけるととても嬉しいです。今回も最後までのご視聴誠にありがとうございました。新曲楽しんでいきましょう。それではさようなら。バイバーイ。